神の子とされるっていう風なテーマでやっていきたいと思います。神の子とされるです。今回の動画6個のシリーズの中の最後の動画なので、はい、ラストです。前回の動画は、5個目の動画は人の罪、自己中心性の問題っていうのと、そこからの解決策、どういうふうにそこから解決できるのかってことを学んでいきました。人は誰でもみんな罪っていう自己中心の罪を抱えています。でこの解決策っていうのは、キリスト教が言う解決策っていうのは、罪を全く持っていないイエス・キリストっていうことを、前回言ったんですけど、じゃあどうしてイエス・キリストが解決策なり得るんでしょうかっていうことと、あとこのイエス・キリストっていう解決策、私たちをどういうふうに変えるんでしょうかっていうことですね。イエス・キリストが私たちにどういう影響を与えるのか、この2つについて、特に私たちをどう変えるのか、この2つについて今日はお話ししていきたいと思います。はい、1つ目の質問ですね。どうしてイエス・キリストが解決策になるのかっていうことですね。この1つ目の質問なんですけど、これに関してイエス・キリストの十字架と復活、この出来事、2つの出来事を通して見ることができると思います。どうしてイエスなのか。はい。じゃあちょっとこういう例えを考えてみましょうか。ある人がいましたと。ある人が仕事に失敗して結構大きい多額の借金があるとします。彼は地道に毎日働いてその借金を返そうとしますね。で毎日真面目に朝から晩まで働いて生活切り詰めて少しずつ返そうとしていくんですけど、もう額が大きすぎるのでもう生活がすごくいっぱいいっぱいになっていきますね。で自分の生活に余裕がないので、友達にプレゼントあげたりとか後輩におごってあげるっていうこともできない。一生かけても借金を返せないんじゃないか、ずっとこの貧しい暗い生活が続いていくのではないか。毎日すごい気持ちも暗くて終わりのないトンネルを歩いているような、そんな気持ちになっている人がいるとします。ある日この人はまたいつも通り借金を返そうと思って、手続きをしている時に言われるんですね。急にもう全額返済してますねって言われるんですよ。である人が代わりに自分では払いきれなかった借金を全額払ってくれたんです。この暗いトンネルを毎日このトンネル、先の見えないトンネル歩いているようなこの人の姿を見ていたある人物が、この人の悲しみ、辛さ、これを解決したいと願って、こういうふうにしてくれました。こういうふうな例えがあるとします。イエス・キリストですね。イエス・キリストは神だったんですけど、人となることによって一人一人の人間の罪の重み、それを知っています。で罪によって私たちの人生に起こる問題の根深さ、その深さもよく分かっています。で感情的に私たちが経験する泣くその涙だったり辛さだったり屈辱だったり後悔、そういうもの全てイエス・キリストは知っています。同じ人だからです。そしてそれを本当に根本的な部分から解決したい、表面的なただ絆創膏貼るみたいなそういう解決ではなくて、根本から解決したいと願っています。罪を唯一許すことのできる神としての存在、罪の根元っていうのは神を離れて自分を中心とするこの性質だったんですね。もしこの例えみたいに自分の借りがある時、借金がある時、それをある人が返してくれた、そういう時どういう反応が起こると思いますか？一つは自分が借金から解放されたことを喜んで、この返済してくれたこの人物についてもうそんな人が別にどうでもいい、今まで経験してきた今まで我慢してきたすごいいろんなことを楽しんで自由になった、もうそのことばっかり、今まで自分ができなかったパーティーをしよう、ご飯を食べよう、遊びに行こう、そういうことをするかもしれません。もう一つ考えられる反応っていうのは、この人物が誰なのかを知りたい、この人に会いに行って感謝してこの人との関係を持ちたい、この人に一生を委ねる、
そういう風なリアクションが考えられます。私の大好きな映画でレイ・ミゼラブルっていうその映画があるんですけど、こういうシーンがあります。主人公である、ジャン・バルジャンっていう人物がいるんですけど、彼は、ある女の子を迎えに行くんですね。でこの女の子コゼットっていう名前なんですけど、コゼットはお母さんがお金がなくて働かないといけなかったので、酒屋の主人の夫婦に預けられてました。で実のお母さんは定期的に生活とか世話代としてこの夫婦にお金を送ってたんですけど、病気で亡くなってしまって、このジャン・バルジャンが代わりにコゼットを引き取りに来ます。ジャン・バルジャンは、その時お金があったんですけど、その酒屋の主人たちはいろんな理由をつけて結構意地悪な人たちなので、なんとかお金をどんどんもらおうとするんですね。ジャン・バルジャンは言われる金額をそのまま払いました。で多分十分すぎるほど騙そうとしてるので、本当の額よりもすごく多く言ったんですけど、十分すぎるほどに彼らに支払いをしました。そしてコゼットを引き取りました。でこのコゼットはこのジャン・バルジャンに身を預けるんですね。で彼女はただただお金で買い取られたっていうだけじゃなくて、そのジャン・バルジャンの愛をすごく感じて信頼し始めるんです。彼の腕の中ですごく安心して眠ることができたんですね。今までその酒屋の家ではもう端っこに追いやられていじめられて、食事も満足に与えられなかったんですけど、ジャン・バルジャンをお父さん、本物のお父さんみたいに信頼を、本当に大きな信頼を寄せて、このジャン・バルジャンの守りの中で愛を受けていきます。私たちが日々する選択には結果が伴うんですね。それと同じように私たちの罪っていうものにも結果があります。それは何なのかっていうと、私たちの罪には罰が伴います。そしてその罰っていうの、罪の罰っていうのは死ぬこと、最終的な死っていうのがその罰です。この最終的な罰を払わないといけない、この死というエンディングを人は必ず迎えることになっています。そしてその束縛とも言えるかもしれません。この束縛から人々を自由にするために、神様はイエス・キリストを通してこの死という罰、この死という罰を代わりに払ってくれました。罪のないイエス・キリストが十字架で死んだのは、私たちを罪から自由にしてもう一度神との関係の中で安心や喜びを持つことができるようにするためでした。イエス・キリストは死ぬその瞬間まで自分の思い通りに生きるんではなくて、神様に従い続けました。十字架にかかる時ももちろん痛みは経験したくなかったんですけど、神様の計画を成し遂げるためにこの自分の犠牲が必要であることをよく知っていました。なので十字架の死に至るまで従順で神様に従い続けました。罪のその根本である自己中心性に彼は支配することがありませんでした。当時のイスラエルのこの文化の中で聖書、そのルールがあったんですけど、そのルールの中で罪を犯した人たちはどうすればいいかっていうと、儀式をするんですね。その儀式にはどんなことをするかっていうと、動物を殺してその動物の血によって清められる、そういう感覚がありました。そういう儀式のスタイルをやっていました。動物を殺すことによって私たちの罪、神様に対する私たちの罪のなだめの備え物として、そういうことをやってました。イエス・キリストはその罪のための、私たちの罪のための備え物、この完成形、最後の完成形です。この動物の犠牲っていうのは、罪を犯すためにやらないといけなかったんですね。でもイエスという完全に罪のない方が罪あるものの私たちのために一度だけ自ら身を差し出しました。神はただ黙って人が自分の結果、罪の結果で滅びていく様子を見ていることももちろんできたわけなんですが、でも人を愛しているから、自分の子供のように愛しているから、イエスの命を私たちのために差し出しました。
これをキリスト教ではちょっと難しい言葉なんですけど、あがないというふうに言います。あがない。はい。この聖書の中で、新約聖書のローマ人への手紙5章の8節っていうところをちょっと見てみましょう。ここにはこういうことが書いてあります。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。キリスト教の中心概念っていうのは、私たちが自分の力で借金を返し続けることではなくて、すでに借金を返されて許されたものとしてイエス・キリストを通して神様との関係の中で自由に豊かに生きることです。それは私たちがまだ罪人であった時、まだこの借金に追われていた時に一番弱く自分の力で何もできない、そのような状況の私たち、この人間を神は愛してくださったから、そういうことが可能に、この自由というものを得ることができるようになりました。これがイエス・キリストの十字架、イエス・キリストが十字架にかかったことの意味です。私たちにとっての意味です。そしてイエス・キリストは3日十字架にかかって3日目に復活をしました。イエス・キリストを通してその神と生きる、こういう時にどんな生き方に私たちはなっていくんでしょうか。その答えは神の子として新しくなる、新しい人生を生きるっていうことです。アダムとエヴァのストーリーがありましたね。アダム一人を通して、アダムとエヴァの存在を通して、人類全体に罪の問題が入ってきたように、イエス・キリスト一人の復活を通して人類全体に命が与えられます。彼は完全に神であって完全に人として生涯を送って全く罪がない存在だったのに十字架にかけられました。でもここからがキリスト教の真骨頂です。イエス・キリストは3日目に復活しました。十字架には人の罪を許すという意味があるんですね。復活はじゃあ何を意味しているかというと、もう一度新しく命が与えられることです。それはイエス・キリストを信じる者が死んで身体的に体が3日目によみがえるっていう意味ではなくて、回復をしていくという意味です。キリスト教が言う救いっていうのは自己啓発ではないんですね。キリスト教が言う救いっていうのは自己啓発ではなくて、自己啓発って今までの生き方にサプリメントみたいに加えていく、新しい考えを取り入れる、そういうだけのものではありません。むしろ生き方の根本的な変革です。生き方が根本的に変わっていくことです。例えばコップで水を飲んでるとしますね。コップで水を飲んでるとします。でそこに小さい弟がいるとして、この弟が絵の具で遊んでいたと。でその絵の具がポチョンって入ってしまった。そしたらまた水を飲みたいってなった時に、このまま普通水を加えていかないですよね。そしたらまだ飲めない、絵の具が入っている状態だからまだ飲めないはずです。どうするかっていうと、普通コップの水を全部一回捨ててコップを洗ってもう一度水を飲むために入れていくと思います。十字架で死んで復活したイエス・キリストを信じるっていうのは、その今までの生き方の根本的な改革です。それは今まで自分中心で自分のために生きていた的を外れたものとしてではなく、神の子として新しいアイデンティティを与えられるということです。今までの生き方を一回捨てて、コップの水を捨てるみたいに一回なくして新しい生き方を取り入れる、そのようなものです。もう一度最後に放蕩息子の例えに戻っていきたいと思います。放蕩息子の例えはこういうエンディングを迎えますね。弟のためにパーティーを開催していることに怒ったお兄さんにお父さんがこういうふうな言葉をかけます。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だがお前の弟は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから、喜び祝うのは当然ではないか。これルカの福音書15章の
32節の箇所でこのようなことが書いてあります。お父さんは自分から一度離れて家出をした弟がもう一度家に帰ってきたことをすごく喜んでいますよね。もちろん弟は実際に死んでいたわけではありませんでした。父の家から離れて家出をしたような状況でしたけど、お父さんにとっては最愛の息子を失ったも同然でした。父にとっては自分の息子がどれだけ社会的に落ちこぼれても、自分の評判を落としたとしても息子に対するその愛っていうのは本当に変わることがなかったんですね。神が一人一人の人を見る時も同じような風に私たちを見ています。自分のもとに人が帰ってきて、もう一度その神の子供として本当の意味での自由、自信、喜び、そういうものを体験して豊かな命をエンジョイすること、神自身はそれをすごく喜んでいます。そのストーリーの中で出てきたように、高価な指輪を息子の指にはめて、息子に一番いい服を着せて、一番上等の牛をほふって食べさせます。この息子を見る時のお父さんの目っていうのはどんだけ優しく愛にあふれてる、どんだけ優しかったのかなってことをすごく私も思わされます。最後に聖書の箇所を一つシェアして終わりたいと思います。旧約聖書のイザヤ書という場所の43章4節です。イザヤ書の43章の4節にはこのようなことが書いてあります。私の目にはあなたは高価で尊い。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。これは神様が私たち人間に対して言っている、語りかけている言葉です。この愛にあふれたお父さんのようなこの神について今までこの動画のシリーズで学んできました。神様は私たちにこういうふうな言葉をかけてくださっています。神様の目にはあなたは高価で尊い。神様はあなたを愛している。このようなことが聖書に書いてあります。はい。この愛にあふれたお父さんである神について、また十字架で死んで蘇ったイエス・キリスト、復活したイエス・キリストをもっと知りたいと思う人もいるかもしれません。私たちのこの動画のシリーズはこれで6個目で終わりなんですけど、もっと知りたい人、聖書を読んでみたい人ってぜひ読んでみてほしいなと思います。エンディング。はい、この6回の動画シリーズはこれで終わりです。もっとイエス・キリストを知りたい、もっと神について知りたい、もっと聖書を読んでみたいと思う人はぜひ聖書を読んでみてください。アプリがあるのでそれも助けになると思いますし、もし周りにクリスチャンがいたりとかしたらその人に聞いてみるのもすごくいいと思います。この私たちの団体スチューデントインパクトでもキリスト教をもっと知ってみたい人、今興味ないけどその知識としてもっと知りたいと願っている人、ぜひウェルカムして私たちも活動しているので連絡してみてください。コメントしてみてください。はい、この動画はこれで以上です。またじゃあね。